ゆっくりと、右足を床から浮かしてください。そうです。で下ろして、もう一回、下ろして、はい。じゃあ今度は左腕を、右腕をごめんなさい、天井の、できるだけ高いところに上げて、そこからゆっくりと前へまっすぐ正面に下ろしてください。で手首楽にして、でそこまでいったらまた戻して、で下ろしてもう一回、はい、持ち上げ、はい、それで結構です。はい。それじゃあ反対側向いてもらえますか。はい。今度は逆の手でやるべきだったな。いや、もう一回、じゃあ、いやいや、大丈夫。左手で左足をやってみましょう。ゆっくりと、そうで下ろして、もう一回ゆっくりと下ろして、じゃあ今度は、左腕を天井の方に一回上げといて、そこから前の方にゆっくりと下ろしてみましょう。で戻して、もう一度、はい、結構です。じゃあ今度は、頭を少し下向いてみてください。で正面に戻してゆっくりやってみましょう。はい、繰り返して、もう一度、はい、結構です。はい、じゃあ変わりましょう。交代しましょう。右だ。はい。いやいや、反対向きで、はい。で右足をゆっくり持ち上げてみてください。そうです。でゆっくり下ろして、はい、もう一度、はい、ゆっくり下ろして、いいですね。で今度は右手を天井の方に向けて、はい、楽な範囲でいいですよ。でゆっくりそれを正面にまで戻していってください。でまた持ち上げて、もう一度、はい、結構です。じゃあ反対向きになって、今度左足をやってみましょう。で下ろして、もう一度、はい、下ろして、で今度左手です。天井にまず持ち上げていって、はい、そこから正面にまで戻してください。もう一度ゆっくりとやってみましょうね。はい、もう一回、はい、手を下ろしてください。はい。じゃあ今度顔で下を向いてみてくれますか。はい、はい、で戻して、いいですね。はい、もう一回、はい、戻して、はい、結構です。あと10年すればモデルになるかもしれない。まあそれは冗談として。今やった動きは先週仰向けでやった動きなんですよ。要するに要点は何かっていうと、手でも足でも頭でも体の前に体の一部を出したらば、その他の体の部分はバランスを取るために後ろの方に行かなくちゃいけないんですよ。もしも体が後ろの方に行かなければ、それを倒れないためには筋肉で無理に動かなくちゃいけない。例えばこれでも分かるかな、見えるかどうか分かんないけど、これ例えば足を持ち上げますよね。ここからやっただけでも私の手には体が後ろの方に行ってるのが分かるんですよ。これでちょっと回転しちゃうんでね、今、なかなか難しいんですけどね。
今こっちの方に力が入ってますね。こういう感じですね。で、同じことが立っていても起きるんですよ。それを今ちょっとやってみたんですけどね。じゃあもう一度復習してみましょう。同じように、右足を少し床から持ち上げてみてください。で、下ろして、もう一回持ち上げて、下ろして、その時に、背骨のどっかが床に近づいてるところあります？で、一生懸命やればやるほどそれは感じにくくなってきます。なぜ感じにくくなるかというと、これは科学的に、ウェーバー・ヘフナーという2人の人が昔調べた結果ですね。例えば、その重さの感覚に関しては200分の1という法則があるんです。例えば、2kg のものを持ってるとしますよね。そうすると、2g のものまではもの以上じゃないと 2g 以上じゃないとそれにもしも重さを加えても感じられないんですね。だから2kg のものだったらば、20g か、10g 失礼、2kg だったら 10g ですね。 10g 以上加われば重さが違いが感じられるんですよ。だけども、例えば簡単な話、重いものを持ってるときにそれに肺が止まったとしますよね。もう全然分かんないんですよ。その違いがあまりにも少なくて。ところが軽いものを持ってるときに肺がその上に止まれば、例えば紙1枚を持ってて肺がその上に止まれば、肺の重さを感じることが我々できるんですよ。だから一生懸命やろうとして筋肉を緊張させればさせるほど感じ取りにくくなってきます。ですからこのレッスンでは一生懸命やらないで、一生懸命やらないでというふうに一生懸命言ってるんですけども、なかなか、そうはいかない。普段の癖がありますから。じゃあもう一回右足持ち上げてみましょう。楽に、はい、で戻して、はい、もう一回、はい。じゃあ今度は、右手を頭の上に上げて、床の上ですよ。楽な範囲で、肘がつける範囲で、肘は伸ばしておいてください。はい、そうです、そうです、そのくらいですね。でそこから少し床から持ち上げてみます。肘も持ち上げてください。少しでいいですよ。少しでいいですよ。1センチも上がればもう十分ですよ。1センチ上がって感じられないことが5センチ上げてもおそらく感じられないと思います。1センチ持ち上げた時に、実はもうほとんどその持ち上げる瞬間にすることなんですけども、体が何らかの変化を示します。で、こっちは背骨が床につくとこを感じ取りにくいと思いますね。さっきの足に比べれば。なぜかというと足が重たいからですね。肩甲骨が動いてるのは感じられると思いますけども、だけど背骨のどこが床に近づいてるかとなかなか感じにくいと思います。じゃあそれをやめて手を下ろして、古川さん辛ければ足立つのでもいいですよ。で立てんなら両足を立ててみましょう。はい。で今度は頭を軽く持ち上げてみましょう。一生懸命やらないで、これ持ち上がらなければ持ち上がることを想像するだけでもいいです。それでも背骨の位置は変わります。多分もうこれは背骨の位置変わったのが分かったと思いますね。
じゃあもう一度立ち上がってやってみましょう。今やったことを意識してやってみましょう。ゆっくりと右足を床から持ち上げてみてください。さっき床でやったと同じように背骨のどっかが後ろに行きますかね。これはもう逆にいっちゃってますね。そうじゃなくってお腹に手を当ててみましょう。はい。でこれがそうです。ってことは、逆にそうやるともう足が上がっちゃうはずなんです。左足に体重を乗せながら、後ろの方に今みたいにお腹を引っ込めてください。それで右足を持ち上げてください。前の方に。で下ろして、もう一回。まだお腹引っ込んでます？引っ込んでない。もう一回じゃあ足は上げないでお腹引っ込まして。いいよ、違う。そう。だからもう前に出さなくても今足上がっちゃいましたよ。今は僕は引っ込んでないですね。言ってることが分かんないんだから。お腹を引っ込ませるのができてるけど、それができてるんですよね。こっちのもの。出てます。後ろが出てますよね。それと、あと左足に体重乗っければもう足上がっちゃいますよ。はい、じゃあ休んで。今度じゃあ腕を上げてみましょう。天井の方に上げて、そこから前に下ろして、これも全然後ろに来てないですね。これと同じようにまた反対のお腹にやって、腕が前に来れば体の重心が前に来ますから、そうするとそれをこうやってそう後ろに行ってあげなくちゃ頭いいんですけどね。そう来た。そうです。顔は正面のままにしてて、お腹だけキュッと少し。そうです。今こう私の手を押してますよね、はっきり。そうです。じゃあ腕ができるようになったんで頭だけやってみましょう。腕を下ろして。頭だけ？そう。頭を下向けて。まだ。よかった。後ろにまだね体が反っちゃってるんですよ少し。だからこのぐらいが中心です。ここを中心にして頭をそう。ほらすぐこれで後ろ出てきますね。そういう意味っていうのは分かってきたんだけど自分でか。そう。そこでストップ。そこで足上げて右足。下ろして。もう一回。もう一回。少し来てますね。はい、いいですよ。じゃあ交代しましょう。疲れちゃった。じゃあもう一回右足を床から楽に持ち上げてみてください。はい、下ろして。少しは見えますか。ここら辺です。もう一回。
背中がこう後ろに来てるの分かります？じゃあ今度腕を右腕上げてみましょう。天井の方に、そこからゆっくり前の方に下ろしてください。そうです、そうです。また持ち上げて、横から見てください。多分見えると思います。はいはい。この辺が出てきますね。そうです。はい。で手を下ろして、休んで。で今度は頭どうでしょう。下をちょっと見てください。戻してね。今はね、頭でやってないんですよ。今度、はい。さっき最初と2回目違いが分かりますね。最初はこうやってましたよね。そうじゃなくて頭がいくから体がいく。そう、そんな感じです。そうです。そうです、そうです。はっきりもう出てきますよね。はい。じゃあ結構です。それで、はい。じゃあ右腕を頭の上に上げてください。床の上です。そうですね。その腕をほんの少し持ち上げてみましょう。床から天井の方へ。左手はね、もっと体の横に近づけてください。そうです。野田さん、肘曲げる必要ないです。はい。で腕をちょっと持ち上げて、そう。多分右の方に顔を向けた方が楽に持ち上がると思います。その時に、お腹のどっかが背骨も含めて床に近づきますかね。ここじゃなくて腕全体こうです。もうここ動いてるの分かりますよね。実際にはここも動いてますよね。で実際にはここも動いてますよね。分かります？足まで動いてますよね。はい、十分です。やりましょう。ただ今のこのレッスンでやりたいことは、できれば骨盤とか足はあんまり、意識して動かすんじゃなくって、背骨が床の方に沈むことを感覚として覚えてほしいんですよ。じゃあ今度は、両手下げて、でなんで2人とも右足も両足曲げてんだろう。なんで来たの？私ね、まっすぐ潰さないといけない。辛いわけ。じゃあその状態で右足を床からちょっと浮かしてみてください。で戻してもう一回。はい。で頑張らないで、もっとゆっくり。古川さんガクンと一生懸命頑張ってます。そうじゃなくてほんの少しです。1ミリ動けばもうそれで十分です。動かなければそれで十分です。動いてゆっくり上げましょう。1ミリをゆっくり上げるんです。はい。その時にまた、上半身のどっかが、背骨が床に近づくところありますかね。お腹が床に近づくところありますかね。はい、十分でしょう。仰向けで休みましょう。うつ伏せのレッスンっていうのは大体みんな厳しいもんで。うつ伏せはね、辛いやんだからね。ですからあんまり長い時間やらないで、
ちょこっとやっちゃ仰向けに戻るようにしますから。野田さんも首がずいぶん柔らかくなったの分かります？自分で。まだこのレッスンではほとんど下を向いただけで頭を動かしてないですけども、もう、手と腕と足を持ち上げることをやっただけでずいぶん変化が起きてるはずです。多分古川さんの頭もそうですね。野田さん何もしないで、何もしないで。でもう一回うつ伏せに戻りましょう。で今度は、両肘と両膝に、四つん這いになってください。両肘四つん這い。そうです。そうだ。まあ、四つん這いも両手に肘を持ち上げる場合もありますけど、今肘をつけてるのが楽だと思いますので、でこれをやるときに、肘と手の位置をどこに置いたら一番楽に自分を持ち上げられるかちょっと感じ取ってください。でお尻はかかとの方に近づけないで、大腿骨が垂直になるように床から、そうですね。で手の位置ももう一回調整してみて楽になるように、そうです。その状態で右手を床からちょっと持ち上げてみましょう。はい。で下ろしてもう一回、はい、下ろして、この時にどっかね、この辺が床に近づくようにやってほしいんです。そうです、そうです。で戻して、はい、はい、そうです、そうです。はい、やってみましょう。この辺が。これは床から離れてるの分かります？もう一回やってみて。はい、これでは背骨は何も動いてないんですよ。そうじゃなくってもう一回持ち上げて、ここが下に沈み込むように。そのためには頭を少し持ち上げてみてください。で下ろして、そうそうそう、そうです。で頭というかその背骨全体を反らすようにしないと。そうそうそう。はい。もう疲れたでしょ。休みましょう。好きな学校。座ってもいいし、仰向けでもいいし。要するにね、こういうことなんですよ。今、こんなふうに寝てるわけですよね。最初皆さんがやってたのは、右腕を持ち上げるんだからこうやって回転させたんです。これだと背中が後ろに行ってしまうんですね。そうではなくって腕を持ち上げたらばバランスするためにさっきと同じ原理で、腕以外の部分は前に行ってほしいんですよ。そうするためにはこうならないといけないんですね。こうならないといけないんだ。こうならないと。こうならないといけない。そうです、そうです。こういかないとそうです、そうです。ね。そうするとここがつくんだから。そうです。こうやっていかないといけない。そうです。しかしこれは皆さんの動きを見てる限りなかなか学習するのはまだ難しいかなと思います。でもまあやってみましょう。もう一回四つん這いに戻って、今度は、右足を持ち上げてみましょう。右足？はい。たくさん持ち上げない。たくさん持ち上げない。1ミリでいいです。伸ばして伸ばしても曲げても。伸ばさなくていい。下ろして楽に。でその持ち上げるためには体をどうやって使わなくちゃいけないか考えてください。そうです、そうです。多分体重は左肩の方へ移動していくと思いますね。そうです、そうです。はい、十分でしょう。休みましょう。好きな学校で。小さい動作は疲れるのね。ゆっくりの動作で疲れるのね。
この頃言われたことありますね。我々もフェルデンクライスはとても楽な運動だって聞いてたんで、誰かが嘘をついた可能性がある。ちょっとのゆっくりとは疲れるわ。すごい疲れるね。これがいいんだろうね。フェルデンクライスっていうのは常に人生とこう対比していくんですよね。で人生っていうのはできるだけとても楽な時と辛い時も必ずあるわけですよ。それと同じように動きも辛い時もあればとても楽な時もある。でもそれを少しずつ楽にしていこうというのが考え方なんですね。フェルデンクライス博士の言葉にこんなことがありますね。人生において何も重要なことはないんだと。一つとして人生というのは一つ一つの小さな動きから成り立っていて、その一個一個の小さな動きを改善すると人生全体が結果的に改善されていくんだと。でもう一回四つん這いに戻りましょう。で四つん這いの状態も少しずつ改善していくように、体が楽にできるように、はい。でじゃあ今度は、頭を少し持ち上げて私の方を見るようにしてみてください。そうですで戻して、もう一回ここです。そうです。古川さんはこうできるんですね。はい。古田さんここをね沈められます。頭を持ち上げながらこれを、そうです。そうです。ぐいっと反るんだね。まあいいですね。少しできてきましたね。はい、十分でしょう。休みましょう。今度はアングル休みましょう。そうですね。猫のこういうのはいいね。猫とは犬やるじゃん。気持ちよさそうだね。あれはいいだってだからどうやってやるかわかんないよね。見てると。猫のぐわーってそらしてる。あれは私前の手をね、ずーっと前出すんだ。あれやっていいんだってよ。だけどどうやってやるかわかんないの。真似してるんだけど。猫犬に聞かれるけど。全然あんたどうやんのってね。うまいよ。やってるよ。教えて。って伸び見るから気持ちよさそうね。気持ちよさそう。あれをなんか体操に使ってるらしいよ。ああ、確かに。ヨガに。確かに。ヨガに使ってる。腰から何か伸びられる。肩からな感じでぐんとこうね、腰、肩。ちょっと疲れたんで一回立ち上がってみてください。猫でも見ましょう。この子は4軒か5軒ぐらい先に隣のうちの猫だったんですよ。借りてきたの？借りてきた。時々うちに遊びに来たんですよ。あそこ開けとくと。やだよ。あ、人が入ってきて、土屋さんが入ってきて、ほら気持ち悪いって言ってた。それでここ連れてきて取ったの？不思議なことやるし。やらしたの？もうずいぶん前ですけどね。で、こうやってやるとくるっとこうやって感じです。この背骨の動きが見事でしょ。ほら。人間もこういうふうに。野口さん何号令かけるの？回転しろっていうの？足でこうやってやってるだけです。それ見てじゃあじゃれてるってことね。まあじゃれてそうです。猫じゃらし。すごいね。猫はね、あれ大したもんだよ。ああ、気持ちよさそう。遊ばれてんだよ、猫ちゃん。ここに来て遊んだんだ。あ、かわいいね。あら、ああいうふうにしなきゃダメなんだ。引っ越しちゃったんだと思うんだけど。うろうろしてるでしょ？誰にしちゃったの？どこの猫？5階だから、何言うの？向こうの棟の人か。3、4軒の隣の人ですね。1回入ってきて勝手に隠れてて、入ってきたのは人だけど出てったの記憶なかったんでおかしいなと思って
3、4時間経ってからだってあそこ空いてると入ってくるんだよね、猫ね。おしっこされたら大変じゃん。おしっこされたら知らなかった。行儀のいい猫でしたね。だけど猫がおしっこしたことなんて見たことないよ。いやいやそのめったにしないかそれはら、うん庭にあんと臭いんだったら、うんお庭に来てやるんだよ。うんと臭いんだよ。一通りじゃない。あれ量が少ないんだって。こういうんだから濃いんだってすごく。ってなんかふとこと聞いたことある。あんまりやる量は出ないからとか。じゃあもう一回うつ伏せになりましょう。今度は両肘じゃなくて完全にうつ伏せです。はい、で今の動きで少し背骨に何をするかが分かったと思うんですよ。もう一回じゃあ右手を頭の上の方に上げて、でその腕を少し持ち上げてみましょう。野沢さん、ずいぶん耳に近づくようになったの自分で分かります？腕がさっき腕がこの辺だったの覚えてます？今楽にここまでスーッと、はい、その腕を持ち上げてそうですできてくるようになりました。でも止めないでください。持ち上げたら下ろす、そうです。ああ、いいですね。猫見たから猫見たからすごいじゃん。そう猫の真似してる。映像を見るとね、随分人間ってのは変わるんですよ。猫の真似してるの。じゃあ今度はね、床にその下ろした手を床の上で伸ばして、先の方に伸ばしてみてくれます。古川さん、ちょっともう触っちゃうから少し足の方に体を移動してください。で戻して、でまた上床から持ち上げてみてください。楽に、はい、十分でしょう。じゃあ顔を、反対側に向けてみてください。それで何が起きるか同じことやってみましょう。手を床から持ち上げて下ろす、それだけです。そうです。いいですね。見えますよ、はっきり。そうです。そうです。はい、休みましょう。手を下ろして、今度は左手を、上の方に上げといてください。それで今度は左手は何もしないままです。で右足を床から持ち上げてください。少しで下ろして、もう一回、はい。でその右足が持ち上がるときに背骨を伝って背骨からの押す力が働いて左手が床の上で先の方に伸びてくるような、そんな感覚。左手を伸ばすんじゃなくて左手が伸びちゃうんです。伸びなければ伸びないでいいです。今こっち持ち上がったの分かります？もちろん。もう一回。じゃあ顔を反対に向けて、はい、やってみましょう。そうです。そうです。で右手は持ち上げる必要ないですからね。あと2、3回やってみてください。そうすると左の動きが床に近づいてきますよね。はい、十分でしょう。仰向けで休みましょう。ゆっくりだったね、今。本当に。
や体操使うわ。骨盤から腰から。十分に休んだと思ったら自分のタイミングで、横になってゆっくりと立ち上がってください。そうです。とても美しいですね。しかしゆっくり体操は疲れるね。疲れる。はい、お願いします。いや、もっと近づいていいですよ。普通に。普通にやればいいじゃん。下ろして。野口スペシャルドリンクこれ。いやいや、ただのリンゴジュース。スペシャルドリンク。スペシャルドリンク。スペシャルドリンク。ちょっと高さ、テーブルの高さぐらい。どうなの？どうして？じゃあもう一回、はい、もう一回、はい、もう一回、はい、その感覚を覚えておいてください。ね、今もう一回じゃあ持ち上げてみましょう。はい、今背骨が後ろへは来てないんですよね。前へちょっと行ったぐらいの感じで、ね、今度は背骨を後ろへ、ここを押しさっきみたいに、じゃあこっちの手をここを入れて、さっきお腹縮めることできましたね。お腹を縮めること、そのまま右手をそれに添えて、で置いて、掴んだ方がいいですよ。これとこれを出さないで、その感覚とどっちが楽か。こっちの軽いやつでしょ。腕に全然負担かかんないんですよ。なぜかというと、ここに重さがかかってるわけですね。そしたらそれをバランスするためには体の後ろに流してくるんですよ。だからこれがわかります？感覚的に。たったコップ1枚でも、極端な話、もうこれほとんど重さないですけども、これを持つ時で最後同じことができるようになると、体を腕が痛くなった時とか、そういうことがなくなるんですね。まだここを収縮してない。そうです。はい、じゃあ交代してみましょう。腹筋使うんですか？そうです。腹筋使えばこんなふわふわじゃなくなるって。ここが後ろにできてますよね。これでバランスしてるんですよ。それに対してこれが後ろに来ない方向をやってみてください。来ない方向？まだ後ろ来てる。まだ後ろ来てる。ということ何もそれと動かないってことかな。それと、ずっと楽ですよね。これが自然に手が痛くなるもん。体こうやってずっと。これで腕の負担がずっと楽になります。はい、終わりです。スペシャルドリンク。スペシャルドリンク。スペシャル。